こんにちは、とうこママです。子供5人を育てる母です。この度ダイニングに新しい収納棚をお迎えしました。我が家は築40年の賃貸住宅。キッチンとダイニングが一つの空間になっています。キッチンには収納が少なく、食器やキッチン道具、ストックの食材があちこちに。もう物が溢れて大変なことに。ずっとこれだという棚に出会えず購入をためらっていたんですが、先日家具屋さんでとっても素敵な棚に出会ってしまいました。これはもう運命ですね。食器やキッチングッズをしまおうと思います。カウンターは通常は電子レンジや炊飯器を置く場所ですが、私のお仕事スペースとして使うことにしました。今まではダイニングテーブルにパソコンを広げて仕事をしていたんですが、コードがごちゃごちゃになったり、ご飯のたびに片付けたり、ちょっと不便で、専用のスペースを作ることで落ち着いて仕事ができそうです。何より仕事の効率もアップしそう。引き出しの中には仕事で使うものを収納します。撮影機材や録音機材、カメラの部品など使いたい時にさっと取り出せて便利になりそうです。カウンターテーブルは少し高さがあるので、それに合わせて仕事用の椅子も用意しました。椅子って座り心地が一番大事ですよね。いろんな椅子に座って比べて、これだっていうものを選びました。棚の雰囲気にもぴったり合っていて、見た目もいい感じ。デスクライトも取り付けました。仕事中でも気軽にコーヒーが飲めるように、ポットはここに。こちらは山善の電気ケトルです。60度から100度まで温度の設定ができます。見た目もシックでいい感じ。上の棚には食器をしまいます。キッチンの横、ここは実は勝手口。使いづらくて DIY をして収納スペースにしています。今までは無印の収納ケースに食器をしまっていたんですが、もうお皿が溢れそう。なんともちょっと残念な感じに。まずは食器を全部出して整理するところから始めます。陶器市や器屋さんで見つけた素敵なお皿たち。形も大きさもバラバラですが、どれもお気に入りです。実家からもらってきた思い出のある食器もあります。たくさんの食器がありますが、どれも一軍の食器。使っていない食器はほとんどありません。でもぎゅうぎゅうの中に埋もれていたらせっかくのお皿たちがかわいそうなので、大皿、小鉢、普段使いの食器など一つ一つ用途ごとに分けていきます。こちらは YouTube でもおなじみ、いつも食卓でよく使っている大皿です。こちらは丼物や麺類、スープなど普段使いしている無印良品の食器。大中小と各サイズあります。こうして全部出してみるとすごい量。驚きました。こちらは我が家で一番使っている食器。みんなの取り皿です。17センチのこのサイズがとても使いやすいです。かれこれ10年近くずっと使っている子供茶碗。さてさて、このたくさんの食器たちを新しい棚にしまっていきます。上の棚は子供たちの手が届かないので、大皿やたまに使う器を入れることにしました。いつもの食卓をパッと華やかにしてくれる大皿たち。色や柄、質感一つで料理の雰囲気もガラッと変わるんですよね。
こちらの大皿はよく使うので、一番下の取り出しやすい場所へ。こちらは陶器市で購入したもので、作家さんが一つ一つ丁寧に作ったもの。大切に使っていきたいと思います。四角いお皿は和食との相性が抜群。ただ盛り付けるだけでお料理がちょっと格上げされたように見えます。実家から譲ってもらった和食器もあります。美しい柄で煮物などのおかずをのせると料理が一層引き立つんですよね。子どもたちに割られてしまわないように、こちらも上の方にしまっておきます。そしてこちらは少し小さめの和食器。並べて収納していきます。大皿よりは少し小さいサイズですが、こちらもよく使うのですぐ手の取れる場所に置いておきます。この引き出し収納は棚の中でも一番出し入れがしやすい場所。ここには子どもたちが普段よく使う食器をしまうことにしました。自分たちで出し入れできるようにしておくと、私の負担もぐんと減ります。深さのある2段目にはコップ類を収納。今までぎゅうぎゅうだったコップたちも新しい棚に移してからは余裕たっぷり。取り出しやすくなりました。一番上の引き出しには普段使っているお皿をしまいます。奥のカラフルなお皿は一たらのもの。割れにくくて長持ちしてくれる優秀アイテムです。手前のお皿は楽天で購入したもので、デザインも使い勝手もお気に入りです。楽天で買ったキッチン用品は楽天ルームにまとめているので、概要欄からぜひチェックしてみてください。こちらも普段使いの無印良品の器。上の棚にすっきりと収まりました。あれだけあった食器たちも全部しまうことができて、しかもまだ棚には余裕があります。一番下の深い収納スペースにはフードプロセッサーやヨーグルトメーカー、水筒、レシピ本などをまとめて入れました。棚の横には家族写真や子どもたちの写真を飾ります。これで収納棚の完成です。綺麗に片付くとやっぱり気持ちがいいです。私のお気に入りのスペースになりそうで、これから過ごす時間が楽しみです。今まで食器を入れていた無印の収納ボックス。ここにはストック食材を収納します。今まで収納場所がなかったので、階段下の収納庫に入れていました。でもやっぱり取りに行くのが面倒。キッチンで使うものはキッチンのそばにあると便利です。これから暖かくなってきたら、休日のお昼ご飯によく食べるそうめんとうどん。この2種類はたっぷりストックしておくと安心です。何も作りたくないなという日はレトルトカレー。毎日ちゃんとご飯を作っていると思われがちですが、レトルトカレーの日もよくあります。インスタントラーメンも登場頻度高め。簡単で美味しい、頼れる一品です。
上の段には缶詰を収納します。よく使う缶詰は子どもたちが大好きなコーン缶。シーチキンは簡単に料理に旨味をプラス。ご飯の味を引き立ててくれるのでよく使います。高野豆腐も栄養満点で日持ちする収集食材。子どもたちも大好きなので常に常備しています。収納庫はすぐにいっぱいになるので余裕を持たせておくと安心です。一番上は以前と変わらずコーヒーの粉やお茶のティーバッグを入れています。右側はお弁当用品を収納することにしました。これはスープやカレーを入れるときに使うスープジャー。象印のスープジャーを使っています。温かいご飯が食べられると寒い冬場は嬉しいですよね。こちらはフルーツを入れている小さいタッパー。お弁当袋や巾着も一緒に置いておくと朝の準備がスムーズになります。どこに何があるかわからなくならないようにマスキングテープでラベルを作ります。この白いマスキングテープも無印良品で購入しました。シンプルで見た目もグッド。収納の見直し一つで日々の家事がぐっと楽になりますね。使い勝手の悪かった勝手口、少しずつ手をかけ使いやすいように変えてきました。ここからは普段私が使っているキッチン用品やキッチン家電を紹介していこうと思います。まずは1日何度も使うオーブンレンジ。東芝の石窯ドームを使っています。2段のオーブン調理ができるので一度にたくさん作りたい家庭にはぴったり。火力温度が高いのでパンを焼くのにも向いています。付属の網は余分な油を下に落としてくれるので鶏肉などを焼くときに重宝しています。横のトタンボックスにはお米を入れています。無印良品のトタンボックスです。10キロのお米が入ります。シンプルな見た目もグッド。電子レンジの上にはトースター。アラジントースターの4枚焼きを使っています。わずか 0.2 秒で発熱するグラファイトヒーターが魅力。4枚焼き用のトースターにはこのグリルパンがついています。このグリルパンでお肉や魚を焼いたり野菜の蒸し煮などいろんな料理をすることができます。私はこのグリルパンでよく魚を焼いています。魚焼きグリルと違って洗い物が少ないのが嬉しいところ。トースターは少し大きめサイズを選ぶとパンを焼く以外にもグラタンやピザを焼いたりいろんな用途で使えます。オーブンと違って予熱しなくても使えるのが嬉しいところ。トースターの上のカゴ。一つのカゴにはシリアルやプロテインなど、もう一つのカゴには子どもたちのおやつを入れています。おせんべいやビスケットなど、私が選んだり子どもたちが選んで買っています。末っ子は3歳。手の届くところに置いておくと食べたいだけおやつを食べてしまうので手の届かないところに置いています。一番上にはたまに使うキッチンツールを収納しています。無印のファイルボックスを並べて使っています。何が入っているのか一目でわかるようにラベリングしておくと便利です。この中で一番使用頻度が高いのがこちらのハンドブレンダー。1台で何役もこなしてくれるまさに万能アイテムです。鶏肉や豚肉をミンチにしたり、餃子のキャベツや白菜を細かく刻む時などによく使っています。
容量が大きめでたっぷり入るサイズを選びました。具材を入れたら蓋をしてモーター部分を取り付けるだけ。パワーもしっかりあるので力のいる作業もさっとこなしてくれます。次によく使うのはハンドミキサー。付属の容器を使ってフルーツと牛乳でミックスジュースを作ったり、鍋に直接入れてポタージュを作るときにとっても便利です。洗い物が少なく済むのも嬉しいポイントですよね。もう一つの使い方は生クリームやメレンゲを泡立てるとき、泡立て器がセットになっているのでたまにしか使わないという方にはこの機能も助かります。ただ羽が1本だけなので私は専用のハンドミキサーを別で使うことが多いです。こちらはお菓子作りの時に使うハンドブレンダー。5段階のスピード切り替えができ、ボウルに合わせた形状で泡立て効率がアップ。娘がお菓子作りが好きなのでよく使っています。毎年夏になると登場する同志社の電動かき氷機、もう10年以上使っていると思います。中に氷を入れてボタンを押すだけ。子供でも簡単にかき氷を作ることができるのが嬉しいところ。暑い夏には毎日のように登場します。これはパンをこねる時などに使うクッキングシート。富沢商店で購入しました。テーブルにしっかりくっついて外れないのでパンがこねやすいです。子供がいるとほとんど出番がないランチョンマット。お友達を呼んでホームパーティーをするときに使っています。ランチョンマットがあると食卓も華やかになります。こちらはモマのランチョンマット。主人が仕事で海外に行った時のお土産に買ってきてくれました。続いてはいつも料理をしているキッチン台を紹介します。約40年ほど使っていたキッチン台。長年の使用で扉が外れたり排水が詰まったりといろいろと不便なところが出てきてしまったので、半年前に大家さんにお願いして新しいキッチンに入れ替えてもらいました。窓際にはよく使うキッチンツールを並べています。料理中にさっと取り出せるのでとっても便利。こちらは無印良品で揃えたキッチンツール。お玉や菜箸、ヘラなどどれもシンプルで使いやすい形です。中でもお気に入りはこのジャムスプーン。ジャムを塗るだけではなく瓶詰めの調味料をすくったりタレを混ぜる時にも重宝しています。この形と柄の長さがほんとちょうどいいんです。次は貝印。刃物で有名なメーカーで切れ味も抜群。このピーラーは軽い力で皮がむけてすごく使いやすいです。魚の骨抜きも同じく貝印のものを使っています。こちらはオクソーのキッチンツール。フライ返しは程よい厚みと柔らかさで食材の下にスッと入りやすくてお気に入り。それからゆで卵カッターもオクソーのもの。お弁当用のゆで卵をきれいにカット。ちょっとしたことですが気持ちがいいです。そしてこちらがオクソーのサラダスピナー。サラダを美味しく食べるために水分をしっかり切るのがポイント。このボタンで回転を止めることができるので安全に使えて洗いやすい形状なのも助かります。次に食洗機の下の右端の扉から紹介します。排水口の下は湿気がこもりやすいので、ここには食材は置かず、食器用洗剤や掃除用の洗剤、アルコールなどをしまっています。隣には密閉袋やビニール袋など袋類をまとめて収納。新しいキッチンには包丁の収納スペースもあって本当にありがたいです。夏に飲みたくなる炭酸水も今はソーダストリームで作っています。
二酸化炭素のガスボンベをセットするだけ。以前はペットボトルで買っていたんですが、ゴミが出なくなってストレスも減りました。こちらはたまに登場するトフィーのジューサー。ハンドブレンダーよりも攪拌力が強いので、作るものに合わせて使い分けています。例えばお米を細かく粉砕してお米のパンを作る時にも活躍しています。隣の扉、ここは無印良品のファイルボックスを使って立てる収納をしています。よく YouTube でも登場するステンレスのトレイ。揚げ物や切った食材を置くときに便利です。この大きめのトレイは実家から譲り受けたもので、おそらく40年以上使い続けていると思います。メーカーは不明ですが、良い道具は本当に長持ちしますね。こちらの小さいトレイは貝印のもの。お皿でも代用できますが、やっぱり専用のトレイがあると調理がスムーズです。ガラスボウルの蓋や木の落とし蓋もここに立てて収納しています。落とし蓋はうっかり同じサイズを2つ買ってしまったのですが、まあよく使うので問題なしです。アラジントースターのグリルパンもここに立てて収納。網付きなので揚げ物にも使えます。ラップやアルミホイル、オーブンシートも立てて収納。さっと取り出せるだけで調理中のストレスが本当に減ります。下の引き出し収納にはタッパー類を収納。使用中のものも多いので数は少なめです。いわきのガラスタッパーは3サイズ持っています。ガラス製なので中身が一目でわかります。電子レンジ OK。 蓋を取ればオーブンにも入れられて、グラタン皿としても使える万能選手。しかも入れるだけでおかずが美味しそうに見えるので、このまま食卓に出すことも多いです。こちらは無印良品のホーロー容器。密閉の蓋付きなので、汁物や匂いの強いものの保存にぴったり。直火にかけることもできますが、電子レンジは NG なので保存する食材に合わせて選んでいます。真ん中の引き出しには毎日使うカトラリーを収納。子どもたちの手の届く場所なので配膳のお手伝いにも便利です。マイクロプレーンのおろし器は持ち手がしっかりとしていてとても使いやすいです。チーズはもちろん、ニンニクや生姜などの薬味をおろす時にも大活躍しています。下の引き出し収納には子どもたちのお弁当箱やお弁当に使うこまごまとしたものを入れています。ご飯の上にかけるふりかけもここに。子どもたちが好きそうなものをいつも夫が選んで買っています。YouTube でもおなじみ工房相沢のお弁当箱。670ml、500ml、360ml の3サイズを持っていて、子どもたちの食べる量に合わせて使い分けています。お値段は少しお高めですが、丈夫なステンレス製で長く使えるのが魅力。プラスチックのお弁当箱は数年で壊れてしまいましたが、これなら何十年と使い続けられそうです。パッキンも別売りがあるので破れても交換できます。ステンレスなので電子レンジには使えませんが、冬場はスープジャーと一緒に持たせて寒さ対策をしています。毎日のように使っている我が家の定番アイテムです。一番下の深い引き出しにはよく使う調味料を収納しています。新しいキッチンになってから一つの場所に調味料をまとめておけるようになってとても使いやすいです。ここはいつも料理をする作業スペース。この下の扉、ここには引き出し収納を入れてよく使う乾物などを入れています。この下には使いかけの粉類、砂糖や塩、
薄力粉など。そうそう、この前子供たちとたこ焼きもしました。この上にはいつも使っているボウル類を置いています。手前にガラスボウル、奥にはステンレスボウル。普段使っているのはいわきのガラスボウル。ガラスなので重みがあるのが難点ではありますが、シンプルで使いやすいガラスボウル。電子レンジやオーブンにも対応しています。サイズは全部で5種類。作るものによって使い分けています。便利なのがこのボウルの蓋をして電子レンジにかけたり、蓋をして冷蔵庫でそのまま保存ということもできます。重ねてコンパクトに収納できるのも嬉しいところ。我が家で一番大きなボウルはパール金属のもの。ちょうど今は実家からもらったタケノコを入れています。この大きなボウルとザルは主にうどんやラーメンなど茹でた麺を入れるときに使っています。家族7人、このサイズでないとやはり入りきりません。よく使うフライパンは立てて収納しています。テフロン加工のフライパンはティファールのものを使っています。通常の形のフライパンは20センチ、26センチ、28センチの3種類です。コーティングの強度によってフライパンの値段も変わってくるようです。なるべく長く使いたいので、コーティング強度の強いフライパンを選ぶようにしています。最近購入したのは深型の28センチのフライパン。たっぷりと入るのが魅力。鉄の中華鍋と悩みましたが、扱いやすいこちらのフライパンにしました。チャーハンやカレーなどたくさんの量を作りたい時に活躍しそうです。鉄のフライパンは2種類あります。鉄フライパンは熱が均一に伝わるので、食材にムラなく火が通って料理が美味しく仕上がります。小さい方のフライパンは柳総理の25センチサイズ。お手入れをすれば長く使えるので、ずっと使い続けたい一品です。こちらは島本製作所鉄フライパン30センチサイズ。少し重めなので最近は登場回数が少なめですが、大人数を作るときには頼りになります。続いてはガスコンロ下。ここは壊れていなかったという理由で交換はされず、以前のままのキッチン台です。ガス台の下には鍋類を置いています。収納に頭を悩ませがちな鍋類は、ファイルボックスを横に倒して使う収納方法がおすすめです。さっと取り出してさっとしまえる、ストレスフリーな収納になりました。普段よく使う片手鍋はこの4種類。どれも宮崎製作所のものです。こちらは宮崎製作所のジオプロダクト。熱伝導が良く保温力もあるので、スープを作ってもなかなか冷めません。煮る、焼く、揚げる、炒めると何でもこなせる万能鍋。毎日活躍してくれています。こちらは宮崎製作所の雪平鍋。雪平鍋といえばアルミ製が多いですが、ステンレス製はとても丈夫。アルミ鍋に比べて重みはありますが、茹でる以外にも煮る、炒める、揚げると幅広く使えるので便利です。ストーブのブレイザーステーパンはフランス生まれのホーロー鍋。高い蓄熱性があるため煮込み料理を美味しくしてくれます。最近作ったのはパエリア。このまま食卓に出せるので食卓を華やかにしてくれます。ホーロー鍋は重たいので持ち上げたり洗ったりするときはやっぱり大変。でもお料理好きの方にはおすすめです。こちらは吉川の蒸し器フライパン用。今はせいろを使った蒸し料理が流行っていますよね。フライパン用のステンレスの蒸し器は扱いやすさが気に入っています。蒸し野菜やシューマイ、
肉まん、茶碗蒸しなどをよく作ります。お湯を張ったフライパンの上に乗せるだけ。気軽に蒸し料理ができるのがありがたいです。揚げ物をした後の油、困りますよね。アイリスオーヤマのオイルポットを使っています。活性炭フィルターを通すことで油をきれいにして再利用しています。一番多く質問いただくのはこの炊飯鍋。宮崎製作所の炊飯鍋の5合炊きを使っています。なんで炊飯器を使わないのと思う方も多いのでは。一番の理由はとにかく炊飯スピードが速いこと。30分もあれば美味しいご飯が炊き上がります。朝お米を洗って炊飯しても間に合います。今は同じ炊飯鍋は発売されておらず、新型の炊飯鍋になっているようです。毎日使うキッチン用品だからこそ、お気に入りのものを使うと料理も楽しくなります。さっと取り出せる収納も日々のストレスを軽くしてくれます。最後は調理台横の調味料置き。賃貸の家なので、もともとの備え付け棚を調味料置きとして使っています。使っているのは竹屋のフレッシュロック。中に大さじや小さじのスプーンを入れているので、計量の時に便利です。上にはスパイスやハーブのボトルを置いています。スパイスを使った料理もたまに作ります。いかがでしたでしょうか。我が家のキッチンツアー。ここに引っ越してきて4年ちょっと。料理をしていると香りにつられて子供たちがやってきて、お手伝いをしたりつまんで食べたり。今時の最新キッチンではありませんが、日常に溶け込むこのキッチンが大切な場所になっています。最後までご視聴ありがとうございました。ひらり家のご飯公式 LINE からパラパラチャーハンの作り方など無料動画を3本プレゼントしています。詳しくは概要欄をチェックしてね。また次の動画でお会いしましょう。